本日はブラックキュレムの個体値打協定について調べてきたので皆さんに共有していきたいと思います。ブラックキュレムはですね、Go ツアーで実装される目玉ポケモンになります。レイドや GBL でも非常に強力ですので、ぜひ最後までご覧ください。それでは見ていきましょう。はい、少し宣伝ですが、我がチャンネルではですね、個体値調査の動画をですね、数多く投稿していますので、これからですね、マスターリーグに挑戦したい人はですね、ぜひご覧ください。再生リストを概要欄の方に貼っておきます。はい、それではですね、本編の方戻ります。動画の内容ですが、最初にキャラの性能、レイドアタッカー適性や GBL 適性、2番目にブレイクポイントの解説、攻撃ブレイクポイント、防御ブレイクポイント、3つ目に、シミュレーション結果、攻撃シミュレーションと防御のシミュレーション結果、最後におすすめ個体値、妥協個体と推奨個体について解説していきたいと思います。まずはですね、1番目のキャラ性能について説明していきたいと思います。レイドアタッカー適性の方ではですね、ブラックキュレムの方は、氷レイドアタッカーとして暫定2位のですね、火力を誇っております。氷アタッカーではですね、なかなか高火力アタッカーっていうのが実装されていなかったんですが、今回ですね、ブラックキュレムの方は、高順位アタッカーとして登場します。またですね、同時期に実装されるホワイトキュレムの方はですね、暫定1位となっておりまして、火力の方を見ていきますと、大体ですね、1割ぐらい、少ないぐらいなので、ブラックキュレムの方もですね、かなり火力が、高くなっております。レイドをやる方も、ぜひガチりたい性能となっております。はい、続いて GBL 適性の方ですが、いつもはですね、採用率であったりとか人気パーティーでご紹介するんですが、まだですね、先行実装しかされてませんので、今回はシミュレーションでですね、有利不利、どのようであったかっていうのを簡易的に見ております。結果ですね、採用率トップ10のポケモンに対して半数以上ですね、互角以上に渡り合うことが分かりました。ですので、非常にですね、GBL 適性も高いポケモンっていうことが分かりました。はい、それではですね、ブレイクポイントについて解説していきたいと思います。今回ですね、攻撃のブレイクポイントということで、ドラゴンテールとシャドウクロウ、この2種類についてシミュレーションを行いました。理由はですね、どちらも実戦で使われていくんじゃないかっていうところで、幅広くですね、対応できるように2種類今回見ております。で、まずドラゴンテールの方からですが、PL50、攻撃15ないとダメージ下がってしまうのが、パルキアオリジンの PL51、月食ネクロズマ、攻撃14ないとダメージ下がってしまうのが、ドサイノン、シャドウミュウツー、ギラティナオリジン、メルメタルの PL50、攻撃13ないとダメージ下がってしまうのが、パルキアオリジン、PL50、シャドウドサイノン、PL51、PL51 になりますと、攻撃15ないとダメージ下がってしまうのが、PL51 の月食ネクロズマ、攻撃14ないとダメージ下がってしまうのが、PL51 のドサイドン、PL51 のシャドウミュウツー、PL51 のギラティナオリジン、PL51 のメルメタル、PL50 のランドロスとなります。攻撃13ないとダメージ下がってしまうのが、PL51 のパルキアルジン、月食ネクロズマになります。攻撃12ないとダメージ下がってしまうのが、PL50 のドサイドン、シャドウミュウツー、ギラティナオリジン、メルメタル。攻撃11ないとダメージ下がってしまうのが、パルキアの PL50、シャドウドサイドン PL51 となります。続いてシャドウクロウ型ですが、PL50 の場合、攻撃15ないとダメージ下がってしまうのが、PL51 のアシレーヌ、シャドウメタグロスとなります。攻撃14ないとダメージ下がってしまうのが、アシレーヌ PL50、ギラティナ PL50、PL51 のザシアンとなります。攻撃12ないとダメージ下がってしまうのが、PL50 のザシアンとなります。PL51 になりますと、攻撃15ないとダメージ下がってしまうのが、PL51 のメタグロス、シャドウバージョンですね。で、攻撃14ないとダメージ下がってしまうのが、PL51 のアシレーヌ、ギラティナオリジン。攻撃13ないとダメージ下がってしまうのが、メタグロスのシャドウ PL50。攻撃12ないとダメージ下がってしまうのが、PL50 のアシレーヌ、ザシアン、ギラティナオリジンとなっております。防御のブレイクポイントについては、PL50 の場合ですと、防御14ないとダメージ下がってしまうのが、ブラックキュレム PL51、月食ネクロズマ PL51、トゲキッス PL51、メルメタル PL51、防御13ないとダメージ下がってしまうのが PL50 のブラックキュレム、月食トゲキッス、メルメタル、防御11ないとダメージ下がってしまうのがラブトロス、PL51 のアシレーヌ、PL51 になりますと、防御15ないとダメージ下がってしまうのがダメージアップですね。ごめんなさい。先ほども言い間違ってますね。ダメージアップしてしまうのが、海竜 PL50、
防御14ないとダメージ上がってしまうのが鳳凰 PL50 とシャドウ鳳凰 PL50 になります。防御13ないとダメージ上がってしまうのが PL51 のブラックキュレム、月食ネクロズマ、トゲキッス、メルメダルです。防御12ないとダメージ上がってしまうのが PL50 のブラックキュレム、月食、トゲキッス、メルメダルになります。ということでですね、ブレイクポイントだけ見ますと、おすすめ個体は PL50 で15、防御14、HP できるだけ高く、PL51 ですと攻撃15、防御15、HP できるだけ高くということで、非常にですね、厳選ラインが高めになります。そこでですね、どこまで妥協できるかっていうのをシミュレーションしております。はい、続いてシミュレーション結果の方を共有したいと思います。はい、まずですね、攻撃のブレイクポイントということで、ドラゴンテール型の方、シミュレーション回した結果ですが、はい、シミュレーション結果は、どのポケモンに対しても、ブレイクがあったとしても、対面は変わることがありませんでした。続いて、シャドウクロウの、対面について見ております。結果の方は、はい、アシレーヌとメタグロスですね、ここで対面変わったので、説明していきたいと思います。PL51、フレムが PL50 の場合です。この場合ですと、ブレイクがない場合ですね、には HP が残り1ですね。で、対面取っております。シールドは1枚1枚使った時なんですけど、それで勝っております。で、残り1ですので、HP どこまでいけるのかなと思ってみたら、14ですね。14に下がってしまうと、対面を取られていることが分かりました。なので、アシレーヌに対しては HP15 ないと、対面負けてしまうことが、分かりました。ちなみにですけど、次ですね、キュブレムの方が51になった場合ですね、にはどうかなっていうのを見ております。HP がですね、13まで下がるとですね、ギリギリ1で勝っているんですけど、HP が12まで下がると対面取られていることが分かります。ということで、ブラックキュレムがですね、51の場合ですので、ここですね。こことここですね。の場合っていうのが、PL50 の場合は HP15 ですし、ブラックキュレムが51の場合は13ないと対面取られてしまうことが分かりました。で、さらに、メタグロスですね。シャドウメタグロスの場合ですと、PL50 ですね。シャドウメタグロス PL50 のブラックキュレムが PL50 の場合は、ブレイクがない場合、15、15、15の場合には対面勝っているんですけど、ブレイクがある場合、14、15、15になってしまうと、引き分けてしまいます。で、この時はですね、シールド2枚2枚使った時なんですけど、攻撃15ないとですね、対面勝てないことが分かりました。またですね、シャドウメタグロスが PL51、ブラックキュレムが PL51 の場合ですね、の方も見ておりまして、ブレイクなし、ブレイクありで、ブレイクない場合はですね、シールド2枚2枚使った時は対面取っていまして、で同じシールド2枚使った時ですね、14であれば、対面負けているということが分かりました。ということで、攻撃15ないと、対面勝てないということが分かりました。続いて、防御のブレイクポイントについて説明します。こちらのですね、シミュレーションを回しました。結果の方はですね、ブラックキュレムですね、ミラー対面で結果が変わりました。それではですね、説明していきたいと思います。ブラックキュレムが PL51、ブラックキュレムがですね、PL50 の場合ですね、に対して、ブレイクなしの場合、シールド1枚1枚の場合はですね、ドローなんですが、ブレイクがある場合ですね、防御が1下がる場合ですと、対面を取られていることが分かりました。ということで、ブレイクされるとですね、対面取られてしまうよっていうのが分かりました。はい、こういうことからですね、おすすめ個体の方をご紹介します。はい、まずですね、ドラ当て型で使う場合ですね、のおすすめ個体になります。PL50 の場合の妥協個体は、攻撃が10、防御14、HP が10となっております。こちらですね、防御14はブラックキュレムのブレイクをない形にしております。で、PL51 の場合ですと、攻撃が10、防御が13、HP が10以上。ということで、こちらもですね、ブラックキュレムを考慮しております。ただし、この個体にしてしまうと、ブラックキュレムのですね、同発取れないので注意が必要となります。推奨個体の方は、PL50 の場合は攻撃15、防御が14、HP が10以上。PL51 の場合は攻撃が15、防御が13、HP が10以上ということで、ブラックキュレムの対面を考慮するのと、プラス同発を考慮した個体値になります。はい、続いて、シャドウクロウ型ですね、のおすすめ個体について説明します。妥協個体の方は PL50 の場合で攻撃10、防御10、HP が15。こちらはですね、アシレーヌの考慮ということで、途中でも説明しましたが、アシレーヌのですね、対面するときに HP が15ないと対面に取られてしまいますので、HP を15としております。アシレーヌのところですね、攻撃の値をいじってもですね、特に対面には変わらなかったので、この HP だけを考慮しております。PL51 の場合は攻撃10、防御10、HP
HP13 です。こちらも同じ理由で、アシレーヌののみを、HP のみをですね、考慮しております。推奨個体ということで、見ていきますと、PL50 の場合は攻撃15、防御14、HP15 です。こちらはですね、シャドウメタグロスですね。こちらを考慮と、あとは同発考慮で攻撃が15、防御はですね、ブラックキレムの考慮。で、HP はアシレールの考慮です。で、PL51 になりますと、攻撃15、防御が13、HP13 です。こちらは、シャドウメタグロスと同発を考慮で15、防御の方はブラックキレムを考慮で13、HP はですね、アシレールの考慮となっております。はい、最後にですね、ハイブリッド型ということで、どっちでも、通用できるようにということで、ここら辺をですね、目指していただくのがいいのかなっていうところで、妥協個体の方は、攻撃をですね、妥協しております。で、防御が14、HP15 ということで、アシレーヌとブラックキレムを考慮。PL51 の場合は、攻撃を犠牲にして、防御 HP をですね、13、13ということで、アシレーヌとブラックキレムを、考慮しております。で、推奨個体ですね、どっちも対応できる個体っていうのが、PL50 の場合は、攻撃15、防御は14、HP が15となります。で、内訳ですけど、同発とかを意識しつつ、ブラックキレムを考慮しつつ、HP はですね、アシレーヌの方を、考慮している形です。PL51 の場合ですと、攻撃が15、防御が13、HP が13ということで、ブラックキレム、シャドウメタグロス、あとアシレーヌですね。こちらを考慮した個体となっております。はい、ということで、PL50 の場合ですと、妥協しなければですね、15、14、15、っていうですね、個体を目指していただければと思います。ちょっとこれ高いなっていう方はですね、PL51 運用にしていただいて、15、13、13ですね、こちらで運用してもらうのが、少しですね、現実的かなというふうに思いました。これもですね、ちょっと取れない場合ですと、ちょっと攻撃を妥協してですね、防御 HP が高めの個体ですね、ここら辺を使っていただくのがいいのかなというふうに思いました。はい、ということで、本日はですね、ブラックキレムについての個体値について説明しました。またですね、個体値について迷われる方はですね、コメント欄でおっしゃっていただければですね、随時回答していこうと思うので、こういう時どうしたらいいのっていう方はですね、コメント欄までお書きください。その際はですね、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。それでは明日ですね、ホワイトキレムについての個体値妥協伝の動画を投稿しますので、よかったらご覧ください。ちなみになんですけど、ブラックキレムよりホワイトキレムの方がですね、個体値の要求難易度がですね、ちょっと優しめなので、ぜひですね、ご期待ください。それでは本日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。